前々回のあらすじ、県庁新車種に可変ローラーを搭載した安定した走りを見せた自己新を更新したミニ四駆再現シリーズとしてディオスパーダを作った満足いくマシンが作れたマガルシャーシへの熱が再び燃え上がった。今回はマガルシャーシの可能性を追いつつ自己ベストを狙います。マガルシャーシはこのステアリングシャーシが初出です。特徴はシャーシが曲がることでコーナースピードを上げるというものです。実際にコーナーの多いコースでは曲げた方が速くなっていました。そして色々考えた結果、長くて細くなりました。DLE 樹脂のしなりを活用してシャーシを曲げることでステアリング部の構造を簡略化して軽量にしたマシンです。あの長さとは思えないコーナースピードが出ていました。スローで見るとこの曲がりようです。この動き、どうやらステアリングシャーシには秘められた能力があるようです。どういうこと？まず JCJC で課題に思っていたことがあります。この走行では LC で右リア値段プラローラーが滑ってリアが抜けているように見えました。そしてそこのローラーをゴムにしたら LC が入りました。ただしゴムローラーにすると強烈に遅くなります。右リアゴムローラーとプラローラーの比較、こんなに差が出るんですね。カーブではプラローラーを当てて LC ではゴムローラーを当てたいのです。そんな切り替え連動なしでできますか？ここでアイシャーシのカーブを見てみましょう。あ、シャーシの曲がりで内側が壁に近づいていますね。つまり内側にプラローラーをつければシャーシが曲がるカーブ時のみプラローラーが当たるという考えです。これを形にします。まずは試作機でこの考えが現実化を検証します。曲がらないと外側のローラーが当たっています。曲げると内側のローラーが当たるようになりました。これは面白くなってきました。早速シャーシを製作します。基本構想はステアリングシャーシと変調新シャーシの合体です。どんどん設計を整えていきます。シャーシができました。シャーシ中央が細い接合部なので曲がります。ここのバッテリー台がポイントです。シャーシのしなりで曲げると振動して曲がりが収まらなくなります。バッテリー台をストッパーとすることで逆へ曲がらなくして振動が起こらないようにしています。また短いシャーシの場合は LC でねじれまくります。バッテリー台がやや引っかかりになってねじれがマシになります。それにしなり部は曲がりとねじれにくさが両立できるよう調整しています。すべてのパーツが揃ったので組み立てます。モーターを搭載します。ベアリングを取り付けます。シャフトを差し込みます。クラウンギアを取り付けます。ホイールを差し込みます。スカスカバットです。マジか、ここをミスるとは。シャーシを乗せ替えます。リアローラーを取り付けます。固定します。サイドローラーを取り付けます。バッテリーを搭載します。フロントローラーを取り付けます。固定します。ローラーホイールを取り付けます。固定します。できました。変身ステアリングスイッチローラーシャーシ IEC スイッチャーです。駆動チェックの前にグリス塗り塗り。スルスルグッドです。曲がりを見ます。グッド。振動を見ます。グッド。ねじれを見ます。ややグッド。重量チェック 50.84g。機能を考えると軽いです。フロントローラー外側はスラスト5度の2段アルミで LC で食いつかせてマシンのフロントを下げます。内側はスラスト2度のプラローラーでコーナーを低抵抗で滑り抜けます。リア外側は2段ゴムローラーで LC で滑らないようにします。内側は2段プラローラーでコーナーを滑り抜けます。曲がらないと外側のローラーが当たります。曲がると内側のプラローラーが当たります。思った以上に真似ないと当たらないのか。最内だとより曲がりが必要です。カーブでの動きを見ます。あれ、一番シャーシが曲がりやすい最内でもシャーシ曲がりが足りていません。これだと常にゴムローラーが当たるようになります。求める動作をするにはもっと曲がりやすくしなきゃないです。 LC での挙動も見たいので走らせます。なんか早いんですけど自己ベストのプラス 0.03 秒ですし、カーブではゴムローラーが当たっているはずなのですで早いです。 LC チェック。右側が上がって抜けそうになりますが、右リア値段ゴムローラーで踏ん張りが効いています。そしてそのまま綺麗に着地。 LC での動きは完璧です。変な曲がりもねじれもないですね。2周目。先ほどと似た姿勢と挙動ですが、スピードが上がったためかロールを抑えきれずにコースアウトです。ひとまず全体の走行は予想の数倍良かったのでカーブで内側ローラーが当たらない問題に取り掛かります。カーブの性質上内側のローラーは壁から離れるようです。つまり内側のプラローラーは外側のローラーよりも壁に近づけた方が曲がりが浅くても当たりやすくなります。逆不審者セッティングですね。シャーシを乗せ替えました。曲がり部を 2mm から 1.6mm に変えて曲がりやすくしています。振動とねじれもなりやすいのでそこが LC でどうなるかですね。ローラーは内側を外側よりも 0.4mm 壁に近づけています。カーブでのローラー当たりチェック。曲がらないと外側のローラーが当たります。曲げると内側のプラローラーが当たります。曲がりが浅くても内側が当たるのでグッドです。真ん中レーンでも同様です。最外レーンでも同様です。直線では内側のプラローラーが当たります。このシャーシならではの強みです。 LC ではシャーシが曲がらなければ外側のゴムローラーが当たります。私の考えでは壁の飛び移り時は衝撃で曲がり内側のローラーが当たってその直後には曲がりが戻って外側のローラーが当たる構想です。構想というより妄想。まとめると最強のローラー切り替えができるはずなのです。カーブでの曲がりチェック。少しでも曲がれば内側のプラローラーが当たります。曲がっているように見えるような。モーターとバッテリーの角度的には曲がっていそうです。タイムを見て判断しましょう。行くぞ。
2.30 秒。うおー、まさかの自己ベスト更新。バッテリーの追加充電もないので先ほどのシャシよりも確実に速くなっています。1周目の LC も入ってるし妄想がうまくいっちゃったよ。 LC を見ましょう。すごいぞこれ、綺麗すぎるって。壁に飛び移った直後は曲がっています。曲がるのですが右縄の姿勢が上下に触れるおかげで下段上段のゴムローラーがそれぞれ当たって滑らないです。その後シャーシがまっすぐになってフロント外側右ローラーが当たってカクンとフロントが下がっています。私が見えた解釈です。なんでこんなに綺麗なのかは謎です。2周目 LC。挙動は1周目と同様ですがマシンの位置が高いです。ミニフロント最上段のローラーが壁を乗り越えてロールしました。つまり1周目の走行が奇跡的にギリギリ速度でした。コースアウトでマシンも壊れたので今回はここで終わりにします。自己ベストも 0.11 秒更新しましたもんね。このシャーシうまくいかないと思った人は正直に手を挙げましょう。いやあんたは信じろし。調整はたくさん必要になるとは覚悟していました。だってベースシャーシこれですから。まあ LC はもっと暴れると思いますよね。バッテリー台による逆曲がり制限とねじれ抑制がドンピシャでハマりました。とても気分がいいです。ディオスパーダに導かれて曲がるシャーシに再注目してよかったです。長くなりそうなので切りますね。それではまたのし。